Hi, how are you? こんにちは、みずきです。皆さんお元気ですか？はい、ありがとうございます。私は今日も元気です。イエーイ。はい、皆さん最近はどうですか？運動をちゃんとしていますか？今撮影しているのがですね、お昼の12時ぐらいなので、私は今日この動画を撮った後、お昼ご飯を食べて、で、その後は散歩に行く予定です。なので今日もたくさん歩いて、たくさん運動していきたいと思っています。やっぱりね、継続が大事だと思うので、雨の日とか風が強すぎる日以外はなるべく毎日散歩に行くようにしています。皆さんも一緒に頑張りましょう。はい、それでは今日も私一人がたくさん話すポッドキャストです。なので皆さんは何かをしながらでもいいので、ぜひ最後までたくさんの日本語を聞いてくださると嬉しいです。みずきです。チャンネル登録お願いします。はい、じゃあ今日のテーマはででん、福岡で美味しいもの食べ過ぎたです。この前動画で2月に初めて福岡に行ってきたよっていう話をしたかなと思います。その時はバウンディっていう歌手のライブに行く目的だったので、そんなにね、福岡の食べ物をたくさん食べたりとか観光はあんまりできなかったんですよ。で、私の誕生日が2月にあったんですけど、3月にそのバースデー旅行として連れてってくれるよっていうことで、もう一度3月に福岡県に行ってきたんです。で、その時の話をまだしていなかったので話そうかなと思います。今回はですね、前回と違ってもう福岡県を楽しむ旅として行ったので、美味しいものもたくさん食べましたし、いろんな場所にも行って観光もしましたので、それについて、私の福岡旅がどんな旅だったかを皆さんにご紹介しようと思います。はい、ところどころね、出せるところは写真を出そうかなと思っていますので、ぜひ写真を見ながら聞いてくださると嬉しいです。はい。で、こちら今回はですね、旅行プランっていう旅行の予定表を事前に書いて旅行に行ったので、これを見ながら、そして、スマホで写真を見ながら何をしたか思い出して話していきたいと思います。はい。なので私の目線があちこち行くかなと思うんですけど、お許しください。ですね、旅行に行ったのは3月8日、9日、10日の3日間です。2泊3日の旅行でした。まず3月8日の朝10時ぐらいにですね、家を出発しました。前回の旅で飛行機に乗るまで本当に忙しい、慌ただしい時間になってしまったので、今回はちょっと余裕を持って出発しました。はい。やっとね、それができました。なので朝10時ぐらいに出発して、で、飛行機がお昼の1時ぐらいだったので、またその前に軽くですね、空港でお昼ご飯を食べて、で飛行機で出発しました。はい。で、2時45分、3時前ぐらいに福岡の空港に着きました。で、まず最初に荷物を置きたかったのでホテルに向かいました。そのホテルに荷物を預けてまた出かけました。で、その後最初に行った場所は明太重のお店です。いやー、もうこれが良かった。本当に皆さんうな重って聞いたことありますか？うな重っていうのはこういう四角いお弁当箱にご飯が敷き詰められていて、で、その上に大きいうなぎをねたくさん乗せたものがうな重っていうんですけど、それのなんか明太子版みたいな感じで明太重っていうのが福岡で有名なんですよ。そう、そもそもね福岡で明太子がすごく有名なので、私も明太子が大好きで、それを絶対食べたいと思って行きました。はい。で写真載せるんですけど、明太重こんな感じです。
はい、ご飯があって海苔があってで明太子があるんですけど、その明太子が薄い昆布で巻かれています。でそこにタレをつけて食べるのが明太重です。いやなんだろう、やっぱり福岡県の明太子新鮮で味もしっかりしていてすごく美味しかったですし、その昆布との組み合わせとか、あと海苔との組み合わせとかバランスもめちゃくちゃ良かったので、明太重とっても美味しかったです。おすすめです。はい、そしてその後ですね、パン屋さんに行きました。福岡県って本当にカフェとかパン屋さんがとってもたくさんあって、それも有名な街なんですよ。で今回は事前にねいろんな動画とかを見て、ストックっていうパン屋さんに行きたいって思っていました。で、後でもまた話すんですけど、そこのパンをですね事前に予約できるんですよ。そのストックっていうパン屋さんのインスタグラムがあって、でそこにねパンの写真がたくさんあるので、選んで事前に電話して、この日に取りに行きたいです、このパンが欲しいですっていうので予約をすることができるんです。でなので、じゃあせっかくだったら最終日にパンを受け取って持って帰って、でその次の日の朝ごはんとかにもできたらいいよねっていう話をしていたので、そう3日目の朝に予約をしたんですね。なんですけど、ちょっと先に少しだけでも食べてみたいなってなっちゃって、で時間も結構あったので、その明太重を買った後に、パン屋さん行きました。で、そこでちょっとパンを買って、それもね明太重を食べた公園で一緒に食べたんですけど、いやーそれも美味しかったです。その時特に美味しかったのがダブルショコラっていうパンでした。そう生地にもチョコが混ざってて、であとは結構ね粒が大きいチョコもところどころにあって、食感も美味しいし甘すぎないしめちゃくちゃ良かったです。でそこのパンがハードパンが結構たくさんあって、柔らかいパンっていうよりはちょっと、生地がしっかりしてる固めの食感があるパンっていうのがたくさん置いてありました。はい。でも別にカチコチとかいうわけではなくて、結構しっかりしてて、で、もっちりしているっていう感じで全部ね美味しかったです。そう食べる前はハードパンって美味しいのかなっていうイメージがあったんですけど、もう予想に反してめちゃくちゃ美味しかったので、このストックっていうパン屋さんもですね福岡県に行ったらぜひ行ってみてほしい場所の一つです。はい。で、そして、いろいろ食べた後にですね、ちょっとコーヒーを飲みたくなったので、コーヒーって言っても私はブラックコーヒーは飲めないので、カフェオレを飲んだんですけど、近くのカフェに寄ってカフェオレを飲んで、そしてその後ですね、神社に行きました。1日目は少し小さめの神社ではあったんですけど、博多にあった櫛田神社っていうところに行ってきました。はい。で、その時ですねまだ、今年のおみくじを引いてなかったんですよ。お正月に初詣で神社には行ったんですけど、そこではおみくじを買えなかったので、その福岡旅行の1日目に行った櫛田神社っていうところでおみくじを引きました。そしてその結果はですね、なんと大吉でした。やったーそうおみくじってなんかいいランクがあって、で一番上が大吉、人によってもちょっと順番が違ったりするんですけど、でも一番は絶対大吉で、私にとってはその後、中吉、小吉、吉で今日っていう順番でいいかなって思っています。はい。なのでとにかく大吉は一番いいおみくじなので、それを引くことができてよかったです。はい。そして神社に行ったりちょっと散歩しました。そしてその後はもう夜ご飯です。夜ご飯は何を食べたかと言いますと、餃子を食べました。竹虎っていう一口餃子が有名なお店があるんです。
なのでその博多の一口餃子のお店に行ってみたいなって思っていたので、そこに夜ご飯行ってきました。はい。でね、餃子ね、日本のいろんなところで餃子有名なんですけど、そこの一口餃子もすごく美味しかったです。やっぱりね、サイズが一口サイズでパクパク食べれちゃうし、ジューシーで具もちゃんと入ってたので食べちゃいました。たくさん食べちゃいました。はい。で、そこはなんだろうな、餃子屋さんでもあるし居酒屋っぽい感じでもあって、他にもたくさん明太子のメニューがあったんですよ。なので炙り明太子とか、あとはお刺身とか、あとはなんか明太ポテトサラダとか、そういう明太子の料理もたくさん食べました。こんな感じで1日目から食べての旅だったんですけど、もうね本当に楽しかったし美味しかったです。はい、そして2日目3月9日はですね、まず朝レンタカーを借りて、糸島っていう島に移動しました。その福岡県からすごく近い島なんですけど、そうレンタカーでその糸島に行きました。で、その島では何をしたかと言いますと、自然がいっぱいなので滝を見に行ったりとか、あとは、展望台がある海があって、でその展望台までなんかね、森の中にある階段みたいな場所があって、でその階段を登っていって、で上に上がっていくとちょっと高いところから綺麗に海を見ることができる場所がありました。なのでこの森はなんかトトロの映画の世界の中にいるようなイメージがして、本当に素敵な経験でした。そう写真でもね見えるかなと思うんですけど、マイナスイオンがいっぱい出てたし、なんかトトロの世界みたいって思って、階段はねきつかったんですけど諦めずに上まで登っていって、で綺麗な海を見れてよかったです。はい。で、その日のお昼ご飯はですね、海鮮丼食べました。いやーね、島っていうだけあって周りにね海があるので、やっぱりお寿司とかお刺身とか海鮮丼とか有名みたいで、行きたかった海鮮丼のお店に行きました。でそこでサーモンがいっぱい乗った海鮮丼を食べて、もう私はね幸せすぎましたね。はい。サーモンもめちゃくちゃ美味しかったし、で一緒についてきた味噌汁も美味しかったし、もう最高のサーモンのお昼ご飯でした。やっぱりサーモンしか勝たんですね。はい。で、その後はいろんなフォトスポットに行きました。その糸島にあるなんかヤシの木のブランコとか、あとは白い鳥居があったりとか、なんか白い階段があって、でそこから海と一緒に写真を撮れたりとか、あとはなんかドラえもんのどこでもドアみたいなのが置いてあって、ビーチに。なのでそれと一緒に写真を撮ったりとか、いろんなフォトスポットで写真をたくさん撮りました。はい。で、その後まだ糸島にいるんですけど、その後はですね、陶芸体験をしてきました。はい。私はいつも旅行に行く時にもちろん美味しい食べ物もたくさん食べたいんですけど、それ以外にも何かちょっとでも体験ができたらいいなって思っていて、で今回はね私の誕生日旅行だったので、その願いを叶えてもらいました。で今回の体験はろくろを使ってお皿を作るっていう陶芸体験でした。はい。お皿とかコップとか粘土で作ったことはなんか子供の時にあったような気がするんですけど、その電動ろくろを使ったのは初めてだったので、すごくいい経験でしたね。皆さんはろくろで何か作った経験はありますか？もしよかったら教えてください。はい。で泥を触っている感じとか、そのお皿を作っている感じとか、すごくなんか泥が冷たくて、なんか自然と触れ合っている感じがして、なんかすごい気持ちよかったですね。ですごくいい体験だったんですけど、ちょっ
と残念なこともありましたそこで2つ作ることができたんですよ。でもその1時間の中で先生に教えてもらいながら2つ作るっていうコースだったので、あんまり時間がなくて、で他のお客さんもね、大きく作るのが大変っていう風によく言ってたみたいなんですけど、本当にそうでした。時間がない中で2つ作ったので結構小さめできた時に何色がいいですかって希望の色を聞いてくださって、で色を伝えて、でじゃあ焼き上がってできたらまたご自宅に配送しますねっていう形で言われたので、旅行に帰ってきて、少ししてから受け取ったんですね。で、その荷物が届いて見て、ちょっとびっくりしました。いやちょっとじゃないですね、結構びっくりしました。ここにあるので見せるんですけど、一つ目がお茶碗です。こちらお茶碗作りましたで分かりづらいかなと思うんですけど、手のひらに乗せるとこんぐらいで結構ちっちゃいんですよ。そう私いつもご飯食べる時は 120g 食べるんですけど、 120g 乗せるともうこんぐらいてんこ盛りになってなんかてんこ盛りに乗せることを漫画盛りって言ったりするんですけど、もう本当にそんな感じになっちゃって、なんかいっぱい食べてる感覚があっていいのかもしれないんですけど食べ過ぎずにね、ちょっと小さいなっていうお茶碗。そしてもっとびっくりしたのがこちらです小さすぎんいや本当にびっくり、もっとびっくり。これは湯飲みコップを作ったんですけど、こっちの方がもっとちっちゃくなっちゃって、なんかもう何を飲みましょうかっていう感じですねなんだろう、日本酒の小さいコップあるじゃないですか。本当に日本酒一口だけ入れて、でちょっとずつ飲むみたいな、そういうイメージだったらいいのかもしれないんですけど、普通にお水とかあったかいお茶とかを飲むコップを作りたかったので、ちょっとそれだと3口ぐらいしか入らなそうなコップで、ちょっとね大きさが小さすぎておもちゃみたいな感じでちょっとびっくりしました。はい、っていうのが少し残念なことではあったんですけど、まあでも作る体験はすごい良かったですし、初めてろくろを使って作ることができたので良かったです。でもサイズが小さすぎたのでもう一回別のところに行って、でちょうどいいサイズのお茶碗を作りたいなっていうのはあります。はい、なのでその夢はまたいつか叶えたいと思います。その後はですね、ちょっと何か甘いものを食べたいなってなって、なのでカフェに行きました。で福岡県って、明太子とあといちご、そしてもつ鍋、この3つが結構大きな有名なものです。なのでいちごも食べたいなって思ってたんですよね。でそのいちごのメニューがたくさんあるカフェに行って、でこのじゃじゃん、いちごのケーキを食べました。いやーこれがもうね感動しました。なんかチーズケーキ自体もめちゃくちゃ美味しかったですし、やっぱりいちごが大きくてすごく甘くてみずみずしくて美味しかったので、福岡のいちごをね食べれてよかったなって思います。はい、そして博多に戻ってきてお待ちかねの夜ご飯です。2日目の夜ご飯はもつ鍋を食べました。はい、そうさっき言った通り、もつ鍋も福岡でめちゃくちゃ有名な食べ物の一つです。でこれもですね、事前に YouTube で動画とかを見て、ここのもつ鍋美味しそうだなっていうところを決めて、でそこを予約してたんですよ。でもつって結構脂っこいお店だと結構油が多いんですけど、その今回行ったところは油が少なそうなもつのもつ鍋がありそうだったのでここにしました。で、予想通りですね、そんなに脂っこくなかったですし、もうスープの味も美味しくて野菜も美味しいし、もちろんもつもめちゃくちゃ美味しいしっていうので本当に行ってよかったです。
そしてここはまた絶対に行きたいなっていうもつ鍋のお店になりました。はい。なので皆さんも福岡に行ったらですね、いちごと明太子ともつ鍋食べられる方はぜひ食べてください。はい。そしてもう最終日です。3日目。3日目はさっきちょっと言ったと思うんですけど、3日目の朝、まずですね、ストックっていうパン屋さんにもう一度行きました。で、事前に予約をしていたパンが結構たくさんありましたね。10個ぐらいはあったかな。それぐらいのパンを受け取って、またね帰った時に食べたらいいなっていうので、はい、パンをもらいました。で、その後は太宰府っていう場所が有名なんですよ。そこにですね、太宰府天満宮っていうすごく有名な神社があります。福岡県で一番有名なんじゃないかなっていうぐらい有名な神社です。はい。なのでそこに向かって歩いていってお散歩ですね。着いてお参りをして、そう神社に行ったらいつもお賽銭って言って少しのお金を入れて、でお願い事をしてっていうことをするんですけど、そこでもしました。はいね、健康だったりとか仕事頑張るぞとか、幸せでいれますようにとか、そういうねいろんなお願いをして、で、あとはまた食べますそこでは梅ヶ谷餅っていうあんこが入ったお餅が有名なんですよ。でも大福とかとはちょっと違って、焼いているので外側はパリッとしてて、でも中はもちもちで、その中にあんこが入っているっていうとっても美味しいあんこのお餅でした。はい。それを食べれて私は満足でしたね。でまだいちごもちょっと食べたかったので、そこに売ってたいちごも食べたりしました。はい、という感じで、福岡旅は終わりですね。3日目はもう2時ぐらいに飛行機が出発っていう予定だったので、そうお昼ご飯を食べた後もうすぐに飛行機に乗って、出発して愛知県に帰ってきました。はい、こんな感じで3日間の福岡旅について話してみましたが、いかがだったでしょうか。やっぱりね、2泊3日ぐらいの旅行について話すとちょっとね長めの動画にはなっちゃうんですけど、はい、最後まで聞いてくださった方本当にありがとうございました。サムネにもあると思うんですけど、このバッグも福岡で買ったバッグなのでちょっと後ろにね置いておきました。はい、皆さんは福岡に行ったことがありますか？もし行ったことがあるよっていう方はぜひねその経験を教えてください。または行ったことがないよっていう方はこの動画で気になった食べ物とか場所とかあったらぜひコメントしてください。はい、それでは今日もチャンネル登録とグッドボタンとコメントよろしくお願いします。まだまだチャンネル登録者2000人目指していますので、どうかご協力よろしくお願いします。そしていつも通りですが、私の日本語オンラインレッスンはiTalkiとプレプリでやってますので、興味がある方は一緒に日本語勉強しましょう。はい、それでは改めて今日も聞いてくださって本当にありがとうございました。それでは皆さんまたお会いしましょう。またねー。See you later. Bye bye.